どうしたミサオ？大事な話ってなんだ？ここじゃちょっと。向こうに喫茶店があるからそこで。あれ陽介じゃない。何やってんの？もしかしてデート？誠？まあな。マジ？意外。陽介女の趣味変わった？今までの彼女たちとタイプ全然違うのね。はぁ？誰よこの女。いきなり失礼ね。よせよ、あっち行け。シュッシュ。ご挨拶ね。明日の予定は大丈夫なんでしょうね。トールは出張でダメだって言うし、私一人で行くの嫌だからね。大丈夫だよ、必ず行くって。トールって誰？行くってどこへ？呼び捨てにして慣れ慣れしいわ。陽介さんと二人でどこへ？野球ファンの集まる居酒屋だよ。俺も誠も同じ球団のファンでさ。知ってるだろ？俺がよく行くの。それは知ってるけど、ちょっと待って、今の女の人、誠っていうの？誠か？どうした？デート中にもよく電話がかかってたわ。てっきり男友達からだと思ってた。女友達がいるなんて聞いてないわ。ただの友達だって、大学時代からの。男同士みたいなもんさ、どうってことないだろ？それより大事な話って何？妊娠？8週目だって。陽介さんの子よ。どうしたらいい？私たちは入籍した。急なことだったので、式も新婚旅行もないけれど、あの日。なんとか言って。ごめん、びっくりして。でも、じゃあ、するしかないだろ。結婚。それがプロポーズだった。なんて寂しいプロポーズ。結婚おめでとう。お祝いに押しかけちゃいました。は？狭いとこだけどどうぞ。お邪魔します。陽介さん？中川徹と奥さんの愛子さん。田島誠はこないだ会ったよな。みんな大学時代からの友達なんだ。友達が来るなんて聞いてないわ。何の用意もしてない。あ、いいのいいの。言うなって頼んでたの。気使わせたら悪いからさ。お寿司買ってきたし、キッチン借りるね。冷蔵庫に何がある？簡単なおかず作るよ。だったら私が。いいのいいの、遠慮しなくて。妊娠中なんだから座ってて。っていうか、勝手に冷蔵庫覗くなよ。それに他人にキッチンを使われるのはあまりいい気が。ありゃあ、ろくなもん入ってないね。これじゃ味噌汁ぐらいしか作れないや。悪かったわね。だってあなたたちがいきなり来るから。失礼よ、誠。お寿司だけで十分じゃない。座りなよ。よかった。こっちの人はまともそう。今、妊娠何ヶ月？4ヶ月目に入ったところです。楽しみね。うちの子は今1歳半。かわいい。うち近所なの。今度遊びに来てね。そうだよ。いいママ友になれるんじゃないか？はい。ねえねえ、ミサオは野球どこのファン？いきなり呼び捨てかい。私野球はよく知らなくて。マジで？陽介よく結婚したね。今までの彼女は全員野球好きだったよね。また元カノの話？たまたまだよ。野球が全てじゃあるまいし。へえ、私なら絶対嫌だな。野球に興味ない男なんて付き合いたくもない。だったらあんたはそうすればいいじゃない。私、あの人嫌いだわ。誠さんよ、無神経だし嫌味だわ。私の知らない大学時代の話とか野球の話ばかりして。ゼミの吉田が、見た？昨日の試合でさ。ああ、でもミサオは愛子さんとずっと話してたろ。だから構わないと思ったんじゃないか。そっちの話題に入れなかったからよ。無理に入ることないじゃないか。野球に興味ないんだろ。興味がなくて悪かったわね。だったら趣味の合う誠さんと結婚すればよかったじゃない。やめてくれよ。あれでも一応お祝いに来てくれたんだぜ。誠はただの友達だ。それ以上でも以下でもない。友達の悪口なんか聞きたくもないよ。陽介さん、怒らないでよ。不安なの。好きなんです。付き合ってもらえませんか？陽介さんとは社内恋愛。私の方から告白して交際が始まった。妊娠が判明したのはそのわずか4ヶ月後。じゃあ、するしかないな。
結婚。私だってまさかこんなスピード結婚になるなんて思わなかったわ。愛されている自信がない。どうして私と結婚したの？妊娠したからはもちろんわかってる。責任感だけ？他に理由はないの？なんだよいきなり。そうだったら悲しいなって。ミサオ？だって妊娠を告げた時、陽介さん全然嬉しそうじゃなかった。それどころか困ったような顔をして。バカ言うな。突然すぎて驚いただけだよ。好きじゃなきゃ結婚なんかできるわけないだろ。陽介さん。なんていうか、ミサオとだったら沈黙が苦にならないんだ。黙っていてもくつろげる。そんな相手って今までいなかったから。本当？ああ、くだらない心配しないで元気な赤ちゃん産んでくれよ。単純なのかな、私。気分がスーッと晴れていく。あ、え？今夜は遅くなる。晩飯いらないから。なんで？また誠さんたちと野球の応援？ああ、そんなとこ。嫌だな。本当はあまり彼女とは会ってほしくない。でも、陽介さんの交友関係にあまり口出しするのもどうかと思うし。一緒に夕飯？私と？ええ、たまには女同士いかがですか？お子さんも一緒に。ご主人野球の応援で帰りが遅いでしょうし。主人？なんで？家にいるけど、今日は風邪で熱があって会社休んだの。え？第一、今日は野球やってないわよ。嘘。野球は休み？じゃあ何をしに？誠さんと二人きりで嘘までついて。おかけになった電話は電波の届かない。陽介さん、携帯の電源切ってるの？浮気？ただの友達だよ。ミサオとだったら黙っていてもくつろげる。彼の言葉を信じたい。だけど彼女は私より陽介さんのことを知っている。10年以上もの長い時間、陽介さんと交流がある。趣味までが同じだ。正直妬ましい。どうしても彼女を好きになれない。それは向こうだって同じだろうけど。陽介、女の趣味変わった？今までの彼女は全員野球好きだったよね。小獣みたいよ。関わりたくない。陽介さんにも関わってほしくない。陽介さんは結婚したのよ。新婚なのよ。いくら長年の付き合いでも、ただの友達だとしても、少しは遠慮してくれてもいいじゃない。11時45分になりました。今夜から明日にかけての天気をお伝えします。遅い。渋谷駅前の様子です。現在は風もなく非常に穏やかな。陽介さんと誠さん？肩を抱いて恋人みたいに。映ったのは一瞬だけど、見間違いなんかじゃない。確かにあの二人だった。へえ、それで大喧嘩になったわけ？帰ってきたの午前1時過ぎですよ。私も言い過ぎたとは思うけど、彼も逆ギレしちゃって。もう、どうしたらいいか。浮気じゃないと思うけどな。原因はこれじゃない？このニュース見た？上岡選手が女子アナと結婚。誠は上岡選手の熱狂的なファンだからショックよね。やけ酒に付き合わされたんじゃないの？陽介さんもそう言ってました。でも、後で見たら徹んとこにも誠から着信あったみたいよ。風邪で寝てたから気がつかなかったけど。誠ってば本気で上岡選手と結婚したいって言ってたもんね。ありえないっつーの。でも、慰めているうちにお酒の勢いで間違いがあったかもしれないし。だからないって、ありえない絶対。なんでそんなことが言えるんですか？だって、デブじゃない誠って。あれが男に相手にされると思う？いや、あれでも昔は結構彼女スリムでイケてたのよ。大学時代は野球部員と付き合ってたし、卒業後は草野球のコーチとか。もともと徹と陽介くんと誠、3人が野球ファンで仲良くてね。私は3年生になって徹と交際を始めて仲間入りしたの。だから必死になって野球のことを覚えたわ。一緒に球団の応援もしたし、誠とあまり仲良くしないでって徹に言って喧嘩になったこともあるわ。今の私と同じ気持ち。でもさ、この数年で誠太った
太った劣化が激しいったらありゃしない。あんだけ太りゃ顔だって変わるし、はっきり言ってブスになったしさ。ああ、ひどい。トールだって誠と2人だけで会うことあるわよ。陽介が忙しい時はそうしてるみたいだし。全然気にならないんですか？全然、全くこれっぽっちも。むしろ帰りが遅い方がご飯作らなくてラッキーって感じ。家事は手伝わないし、子供より散らかすし、いない方が楽でいいわ。給料さえ運んでくれればね。ミサオさんは新婚だからわからないかもしれないけど、子供が生まれりゃそうなるって。そうかな。なんだか愛子さんって怖い。誠さんとは一応友達でしょうに、よくあそこまで悪く言えるわね。太っていようが美人でなかろうが、彼氏やご主人のいる人なんていくらでもいるじゃない。大切なのは心でしょ。彼女ともあまり親しくはなれそうにないな。陽介さんの女友達って癖の強い人ばかりね。どういうこと？もう連絡してくるなって言いたいの？そうじゃなくて、2人だけで会うのはもうやめようってこと。俺結婚したじゃん。けじめはつけた方がいいかなって。奥さんに言われたの？へえ、やきもち焼いてるんだ。2人でじっくり話し合った結果だよ。そういうわけで、じゃあな。分かってくれたよ。本当？ずいぶんあっさりしてるのね。信じていいのかしら。念のため言っておくけど、俺本当にあの夜は誠とは何もなかったからな。やけ酒飲んで泥酔してフラフラになったあいつを抱きかかえるようにしてアパートに送り届けただけで。まあ、わかったって。今回だけは信じてあげる。だけども、誤解されるような行動は慎んでね。お腹の赤ちゃんのためにも。あ、わかったよ。あ、今お腹蹴った。どれどれ。私も広い心でグループでのお付き合いは認めるわ。彼女たちとはもう直接関わる気はないけどね。じゃあ陽介とはもう2人だけでは会わないんだ。あいつの奥さんやきもち焼きね。私との関係疑ってたみたい。何もないのにさ。怒ってんの？別に。むしろ逆かも。私を女としてライバル視してたってことでしょ。悪い気はしないわ。誰かさんの奥さんとは大違い。愛子か。まあ確かにな。太り始めた頃から散々見下されて女扱いされてなかったもの。俺だって子供が生まれてからは厄介者扱いされてきたさ。私たちが1年以上前からこんな関係だなんて想像すらしていないでしょうね。それにしても抱き心地いいな、誠は。